皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125ドラムブレーキ改善編。安全で快適な走りのために重要なのはブレーキです。何かと評判の悪いコマジェのリアドラムブレーキ、ディスクブレーキにも負けない、そのポテンシャルを引き出します。最後までゆっくりしていってね。今回の動画はブレーキに関わる作業のため、ご自身でされる場合は十分に注意し慎重にお願いいたします。またメーカーの仕様に対して手を加える内容が含まれており、設計意図から外れる可能性も考えられます。ブレーキが効くようになることでタイヤロックによる転倒の危険性もあります。恐縮ではございますが、当チャンネルでは転倒やその他一切の責任は負いかねますのでご了承ください。いくつかの方法があるので、よかったら参考にしてみてください。皆さんのブレーキが向上して安全で快適な走りになることを祈って、それではドラム内部を見てみましょう。フェンダーのここだけは外します。リアアームの固定ボルトを緩めます。左ギアサスカブのボルトを緩めます。ホイールナットを緩めます。長い棒状のものを突っ込み回り止め、ホイールに傷がつきますので、気になる方はウエスをかませてください。リアサスを針金で吊るしておきます。リアアームを手前に引き抜きます。カラーの存在と向きを忘れずに、ドラムが段付きマンもしているため、ブレーキシューが引っかかってタイヤが横にずれないため、ブレーキワイヤーを緩めます。一般的にパッドとかライニングのことをドラムではシューと呼びます。ここにワッシャーが1枚入っていますが、たまにホイールにくっついてくる。せっかくだからシューを外して軽くグリスアップをしておきます。古いグリスを拭き取ってきれいに、ここはベアリングが使われていないので潤滑剤だけが頼りです。浸透潤滑剤をカムの軸受けに注入。アームを外してグリスアップするか、持続性の高い浸透潤滑剤が理想的です。カムとアンカーは固めのグリスで、ブレーキ内なのでつけすぎないように。とりあえず純正のシューを戻します。ブレーキクリーナーで入念に脱し、ディスクのように車体の表に出ていないので、洗車や雨で洗い流されることもなく、一度ついた油はなかなか落ちません。余分なグリスは必ず拭き取ります。
ブレーキを動かしてみましょう。片方がアンカーで指示された上下のシュー。カムを動かすことでシューが広がり、回転に食い込む方がリーディング。アンカー側から当たる方がトレーリング。制動力はリーディングシューの方が強い。ただしカムが片側にしかないので、強く効いているのはこの部分だけ。そこで改善策その1、ダブルアップ作戦。アンカー側もアップさせて、ここも効かせたい。2つのシューのアンカー側に約 1.5 ミリほどの隙間があります。シューを動かすとこの隙間が狭くなる。そこでこの構造を利用して隙間と同じ厚さのプレートを入れ、狭まる力を上下に広がる力に変換。シューがアンカーから浮き上がり、ダブルアップ。ちょっとだけツーリーリングか。狙いとアイデアがはっきりしたところで、小さなパーツを製作します。ゴム線で 0.4 ミリ厚のステンレスを購入。いきなり 1.5 ミリ厚の金属加工は大変。大きな圧力がかかるのでアルミは NG。 シューの隙間も個体差があるため、枚数で調節できるようにします。幅15ミリで適当に切り出します。 0.4 ミリ厚だから金切りバサミで切れます。アンカーピンに当たるまで深く差し込み、折り曲げて採寸。実寸は5ミリでした。片側を10ミリでカット。1個完成。同じ作業を繰り返し、全部で4つ作ります。 0.4 ミリから最大 1.6 ミリ厚のスペーサーとして、状況によって1枚 0.4 ミリから4枚最大 1.6 ミリの間で調節します。やたらに枚数を増やしすぎるとアンカーから浮きすぎてしまいます。あくまでもブレーキオフな状態の隙間とほぼ同じ厚さの間で調整。4つできました。バイスの角でエッジを成形。4枚重ねても浮かないように均一に。あとの3枚同じように成形。まずは1枚、反対側に2枚目。さらに下側に3枚目。3枚目まではすんなり入ります。そして4枚目。4枚目で少し浮きました。ブレーキをかけてみましょう。
わずかですが上下に広がります。この場所でのこのわずかな動きが大きな影響を及ぼします。ドライブシャフトに軽くグリスを塗り、元に戻します。引きずらない程度に遊びを調整。改善策その2、ドラム熟成作戦。まずは中古パーツ屋さんか某奥で使用可能なできるだけ程度の良い中古のリアホイールを手に入れます。ちなみにリアホイールは消耗部品です。意外ですが使用限界があります。前輪のディスクローター同様、残念ながらドラムも摩耗します。使用限界寸法はこちら。マキシマムディメンション 131mm。131mm 以上になったら交換です。ホイールに鉄のスリーブが入っています。内側の黒い部分です。まずはスリーブ外寸を測ってみます。132mm。このホイールの使用距離は不明ですが、現在の内寸を測ります。現在値 130mm。というわけで限界まで残り 1mm あり、まだまだ余裕で使用可能です。紙やすり120番などを使ってドラムにわざと傷をつけます。どうせ中古のホイールです。遠慮や迷いはいりません。できるだけ深く荒らします。今から乗る予定がないなら中古を手に入れる必要はありませんが、これから最低でも1ヶ月以上放置して雨ざらしでサビを育てます。できれば半年でも1年でも長ければ長いほど理想的なサビになります。わざと雨が当たる場所に長期放置です。2週間後、今回は編集上の再現ということで2週間しかできませんでしたが、こんな感じです。凸凹が深いほど長く持続します。残念ながら2週間では少し浅いです。以前やった時は1年以上だったので最強の凸凹でした。一般的には価値が下がると思いますが、サビサビでも全く心配はいりません。600番くらいの耐水ペーパーを用意。油をつけて磨きます。軽く赤サビだけを落としていきます。決して滑らかに磨き込むのではなく、粗さを残しつつ軽い洗浄です。油と赤サビを拭き取って黒い凸凹ができていれば大成功。シュートの抵抗が増して劇的に効きます。残念ながら走行しているうちにまた元のスベスベに戻ってしまいます。綺麗なウエスで脱脂洗浄。
こまでは以前から使っていたドラムに馴染んだ純正シューでしたが、ブレーキシューを新品に交換すると効かなくなった経験はないでしょうか。ドラムとシューの形が合っていないためで、一般的なケースとしてこれから新品シュー交換の事例をやります。割とこれで聞くと評判だったので、デイトナさんのシューを用意しました。先日取り付けたプレートを回収します。通勤テストで150キロほど走りましたが、変形等の異常は特にありませんでした。純正シューを取り外し、新品シューを取り付けます。軽くグリスを追加して、スプリングをセットして、2つ折りにして組み込みます。新品ですが確実に脱脂します。そして強化プレートもなしで1回目、何も手を加えない状態で普通に組み上げてみます。そして近所を一周走ってきます。戻ってきたらまたバラして、シューの接触面を確認します。それでは走ってみます。全く効かないひどい状態。危なくて公道走れないレベルです。それではシュー表面を見てみましょう。外側に黒く擦れた跡がありますが、中央部分は触れてもいないようです。これじゃあ効くわけない。新品シューは両端が高く、全く接触面が合っていない。改善策その3、新品は削って作戦。新品シューに交換するときは必ずやった方が良いでしょう。板やすりか紙やすり120番で両端部分だけを削ります。中央部分は削らないように気をつけて、側面に這わせるように適当に削ります。この部分を削って低くします。削り落とした量はこんな感じ。そろそろ完了だから仕上げにきれいにしておきます。水を使わず洗浄面積が広い時に便利。パーツクリーナーの節約です。持続性浸透潤滑剤を注入。カムとアンカーピンに軽くグリス。成形したシューを取り付け、そして強化プレートを入れていきます。新品シュー成形プレートあり。
接触面を確認。今度は中央部が接触していました。しかし若干削りすぎたようで、今度は逆に端が接触していない部分があるので、中央部分を少し削り直しました。全体的に紙やすりを入れて鳴らしました。前回のテスト走行は少し効きすぎで、タイヤロックが始まるポイントが速すぎるのと、シューの隙間が狭く、4枚だと少し浮き気味だったので、プレートは2枚にすることにしました。プレート4枚だと半分くらいでロック。プレート2枚だと握り切ってロック。好みは分かれますが、やはりいきなりロックすると十分な精度が得られません。3つの改善作戦はどれか1つだけでも十分に効き、タイヤがロックしますが、3つ同時は効きすぎです。雨の日は本当にこけるかと思いました。本来ディスクよりドラムの方が精度力は高く、コストをかければよく効くブレーキは作れるはずなのに、ロックしやすいと逆に扱いにくくなる。もしかするとメーカーは本当にわざと効かないようにしているのかも。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。